さんどうもこんにちは。レッドです。皆さんは以前私がアコードにボンネットダンパーを取り付けたのを覚えていますか？そう、前回はアコード用のボンネットダンパーを購入したのに取り付けのステーがなくてめちゃくちゃ苦戦しました。購入したのはいいけど取り付け加工がめんどくさいよね。そこで今回はいろいろなネットで調べまくった結果、こちらシルビア・バリエッタのボンネットダンパーを見つけました。バリエッタっていうよりかはね S15 用のボンネットダンパーです。だけどレッドさんのシルビアカーボンボンネットやん。そう、何を隠そう、私のボンネットは純正ボンネットではございません。 FRP とかねカーボンのボンネットにはね基本ボンネットダンパーは使えません。だけど安心してください、今回はこの軽量バージョンのボンネットでも使えるダンパーを見つけたんです。それがこちらのバン、マロヤのボンネットダンパー。こちらマロヤのボンネットダンパーだと純正ボンネットも対応してますし、軽量バージョンのボンネットにも対応してます。その2種類がね出ています。しかも選べるカラーは3種類。スタンダードなブラックカーボン、シルバーカーボン、この3種類からね選ぶことができるんです。だけど皆さんこれ見てください。スタンダードの黒でもないしブラックカーボンでもないしシルバーカーボンでもありません。よーく見るとこれレッドカーボンなんですよ。何が言いたいのかと言いますと、こちら特注でございます。メーカー側にね問い合わせをしてシルバーカーボン買ってそれをねクリアレッドを塗ってレッドカーボン作ろうかなって言ってたら、特注でレッドカーボン用意できますよっていうことになって、今回はこの素晴らしいレッドカーボンを取り付けていきます。じゃあまずはね中身を見ていきましょう。こちらが中身となっております。ダンパー本体と取扱説明書、ステーその他もろもろです。やばいな、レッドカーボンマジでかっこいい。それでは取り付け作業レッツスタート。さあ始まりました、レッド先生の DIY シリーズ。今回は S15 用のボンネットダンパーです。カーボンボンネットでも付けれるんです。まずは取り付ける前にクリアランスをチェックしてみましょう。実際多分この位置ですね。干渉の関係は大丈夫そうです。では最初にこのボンネットを開けた時のこの根元のヒンジ、上のボルトだけを取ります。次に下のボルトを 8mm 程度緩めます。この時は絶対外さないでください。これぐらい緩めます。次にねボンネットダンパーのこちらヒンジがついていますので、こちらのヒンジに R って書いていますので、この R は Right 運転席側に取り付けてください。下のボルトを緩めてるのでね若干このように開きます。そしたら付属のプレートをこのようにね取り付けます。ここで本締めはしません。そしたらね次に下のボルトを取っていきます。ボルトを取ったら付属のワッシャー台がありますので、この一番大きいワッシャーをボンネットとヒンジの間にかませていきます。下にねワッシャーをかませておかないと今取り付けたプレートのね厚み分空洞になっていますので、このまま締め付けるとメキメキいっちゃいますのでね、その隙間を埋めるためにワッシャーをつけました。今ヒンジ部分が完成したので、次は下の穴、ここのボルトを取っちゃってください。ボルトが外れたら付属の金具とボルト、こちらで固定していきます。 OK。 さあここで皆さんお待ちかねのダンパーです。ダンパーを取り付けていきましょう。このダンパーの差し込むところにピンがあります。このピンを取る必要があります。カチッて下に引っ張る。そしたらねこの太いところをこの上にね設置していきます。ガチッ。ダンパーが入ったらクリップをつけていきます。 OK。下も同様に OK。 そして最後にロックピン OK。 てな感じで左右のダンパーを取り付けたんですが、ここで問題が出てきました。自分のボンネットはですね、この部分内側の骨組みのね、この部分に負荷がかかってここパキって割れてしまうので、骨組みのこの部分を強化する必要があります。てか作った時にここね残してて欲しかったんですけどね。なのでここに何枚かカーボンを貼り込みたいと思います。表面がツルツルしていると FRP が乗らないので、ワイヤーブラシでわざと傷つけてあげます。そしたらここに樹脂を塗り込んであげます。で今回はカーボンクロスですね、こちらを貼り込んでいきます。
こんな感じにねしっかり挟んで密着性を上げます。ここの強度が必要だからね。 FRP が固まったのでこちらね取っていきます。これでここのね強度は保たれました。では今からいよいよですねダンパーの機能テストをしたいところなんですけど、最初の5回はね鳴らしをしてください。鳴らしをしないと固着とか圧の関係でねボンネットがバキンっていってしまう恐れがありますので5回ほど鳴らします。1、5、はい、これでいいかな。おお、閉まりました。オープン。おお、で上がるときはもうね FRP やねカーボンボンネットダンパーがつけれないって思ってたので、これめちゃくちゃ感動です。棒がないからすっごいやりやすいで、デザイン的にもねめっちゃかっこいいし、もうこのバーはね取っちゃいましょう。さよなら使い棒でね、今回のボンネットダンパーを取り付けたことによって良くなったことがあります。この部分錆びているのが分かりますか？この部分がですねボンネットのこの部分干渉するんですよ。で今回ボンネットダンパーを取り付けたことによってですね、ボンネットダンパーで上にグッて押されてることによってこの部分が若干浮いてくれて干渉がなくなりました。でそういった面ではめっちゃいいです。いかがだったでしょうか、ボンネットダンパー。 FRP とかカーボンのボンネットを諦めていたんですけど、まさかねこの軽量バージョンがあるとは思いませんでした。通常の圧力のダンパーでやると負荷がかかりすぎてもうボンネットがねバギって割れる恐れがありますので、皆さんそこだけはね本当気をつけてください。逆にこのボンネットダンパーをね普通の純正ボンネットに使うと多分弱くてねこう落ちてきちゃうんでしょうね。で何せねこの特注の赤のレッドカーボンマジでかっこいい。次の課題はボンネットを開けた時のこの耐熱のねシートがもうだいぶボロボロになってきたので、新しいねちょっとボロボロになりにくい耐熱シートを探していこうかなと思います。カーボンボンネットなのでねやっぱ熱対策をしておかないとボンネットにダメージがねいってしまいますのでね、そこ大事よ。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で配信することがあるのでよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram やってますので下記の概要欄からチェックしてね。で今回購入したダンパーの詳しい URL は下に貼っていますのでよかったらチェックしてみてください。バイバーイ。